こんばんは。はるです。今回はシェイプシフターズチーム1の最新版ティアリストになります。本日からですね、新イベントシェイプシフターズが開始をされたんですけど、バグってますね。TOTS5 という風なことで、選手たちも非常に強く、またですね、大目玉の選手としてペレだったりとか、あとはファンダイク、そしてブルーノだったりとか、非常にポジションだったりが変わりながらスキル逆足もね、非常に大きく変更された選手たちが出てきたという風なことで、まだまだ楽しめるぞという風なところで、今回、ティアリストを作りました。選手の強さをですね、5段階で、評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが C イベントシェイプシフター。今回チーム1ですね。の、ティアリストになってます。D はですね、誰も入れてないです。めちゃくちゃひどいなっていう人は、今の環境でもいなかったかなというふうに感じます。で、そして C です。C はですね、アルバレス、そして SBC で来ましたトルガン・アザール。この2人を入れました。アルバレスに関してはですね、この選手はキャムに変更をされた選手なんですけど、ちょっとね、ケミ的な部分っていうのは、ちょっと難しくてね、使われる、使われないっていうのは、ちょっと、使われない側の選手にはなるのかなっていうふうに思うんですけど、実力的に、個人的には C かなっていうのは、思いますね。キャムの選手として、もちろんディフェンダーの選手かな、もともと。で、ちょっと守備力は高かったんですけど、キャムになってから、ちょっと守備力落ちてしまったなという風な、ところで、もともとボランチの選手で、守備力っていうのは高かったんですけれども、それが下がって、で、キャブの選手として、前線の選手、トップ下の選手として、使えるかどうかでいくと、どうしても重たさっていうのはこの人あるんですよね。で、じゃあ、守備、重たいけどちょっと守備もできるみたいな感じの選手にしようとすると、守備力は損なわれてるんで、ちょっと使い方に困るかなっていうのは思います。もちろん TO テスト終わった後で能力的にも非常に強くて、当たり前のことはできるっていうような選手ではあるんですけど、理不尽さっていうのはどうしても、ない選手かなというふうに感じますね。で、そして SBC で来たトルガン・アザールですね。トルガン・アザール。アザールの場合はですね、LB に、変更されてですね、ディフェンダーの選手として出てきました。フィジカルがどうしても弱さがありますね。それこそジンチェンコだったりとかと同じようなタイプかなっていうのは思います。ビルドアップのところでは全然十分なんですけど、守備のところではですね、ちょっとフィジカル面が弱くなってしまうかなと、いうふうに感じます。なんでもしかするとこの選手 CM とかで、使えると、一番いいのかなっていうのは、個人的にはちょっと思いますね。で、そして B です。B はですね、オルソリーニ、そしてベッカー、そしてシェイプシフターズアイコンのですね、イエロを入れました。オルソリーニに関してはですね、今現環境でも十分普通にやれるなっていう風な選手でですね、この選手もね、理不尽さっていうのはそこまでは、ないんですけど、ペースもね、94あって、サイドバックとしては、普通に使えますし、あとはドリブルが軽い、選手なんで、持ち運ぶっていうこともできますね。レゼダ87なんで、ちょっとそこの部分は、もうちょっと上げてほしかったなっていう風なところと、あとは、積極性も82だったりとか、するので、やっぱそこのディフェンスに行くね、力っていうのはもうちょっと高かった方が良かったかなと、いうふうに思いますね。それでも普通に、セリエの右サイドバックっていうようなところで行くと、攻守にわたって、ちょっとね、ディロレンツォっぽい感じかな、に結構似てると。いうふうに思うので、ほんとそれこそ無難にっていう感じです。普通っていうふうな、感じで、個人的には B に、してます。で、そして、ベッカーですね、ベッカー。ベッカーはですね、センターバックに変わりました。本当にフォワードの選手だったんですけど、もうセンターバックにというようなところで、一応プレミアムシェイプシフターズかな、王冠のマークがついて、この選手自体は、一応ケミ3で、使うことができるというカードになってます。なんで、ケミはそこまで気にしなくてもいいんですけれども、実力ですよね。強さっていうの部分でいくと、
この選手もね、ちょっと冷静さが低い。85っていうのはやっぱ現環境ではもうちょっと欲しい、値にはなりますし、パスがね、あんまり上手くないんですよね。もともとね、ST の時から本当にスピードと、あとはフィジカルとみたいな選手だったんで、他はね、あんまり上手くなかった。で、それがセンターバックでもちょっと受け継がれちゃってるなという風なところですね。視野がね、74で、まあ、ショートパスも83で、もちろんセンターバックとしてはね、全然、まあ、あり得るような数字ではあるんですけど、やっぱ今の TO テストが終わった後のね、ディフェンスラインっていうのは、もっとパス能力必要かなっていうのは思うんで、そういう風なところで冷静さもね、低いっていう風になると、ちょっとこう寄せられた時、に、ずれてしまったりとかパスミスしてしまってそのまま失点みたいなことはあり得るなというふうに思いますね。速さ、スピード面で置いていかれるっていうことはそんなにないですし、フィジカルも強いんで、そこはね、受け継がれていいところではあるんですけど、ビルドアップのところでちょっと自分は不安だなというふうに感じるので、なかなか A には上げきれなかったというふうな選手になります。で、そして、シェイプシフターズのアイコンのですね、イエローですね、イエロー。まあ、イエローは RB のタイプと LB のタイプがあるんですけれども、一応多分能力同じやったと思うんで、まあ、一応今回1枚のカードでという風なところで、紹介をします。まあ、この選手もですね、比較的、なんていうんですかね、今の現環境では普通ぐらいかなって、思います。もちろん弱さっていうのは全くなく、強さを感じる場面っていうのはありますし、パスも上手くて、あとドリブルの数値もね、かなり高くなっているというふうなことで運べる選手になりました。で、身長も187センチっていう風なね、高い選手にはなるんで、空中戦も負けない力を持ってますね。ジャンプも93あるんで。なんで、普通に無難にやれる選手ではあるので、もちろん A にしようかなという風に迷った選手ではありますし、まあ A と B の間、くらいには行ってもいいぐらいの選手、かとは思います。行く可能性ってのは全然あると思うんですけど、まあ、この人もね、めちゃくちゃ理不尽さ感じるかって言われると、ちょっとこう、難しい選手かなっていう風に思ったりは、したので、今回は B に、しましたね。めちゃくちゃ値段も高いってなわけではないので、コスパの選手としてはね、いいかもしれないんですけれども、こう、わざわざこの選手を買って、変えるっていう、今のスカットから変えるっていうほどではないかな、っていうのは自分は思いますね。で、そして A と B の間にいるのがフランコフスキーですね。フランコフスキー。フランコフスキーはですね、LB の選手だったんですけども、逆ですね。逆サイドのそのまた逆で、攻撃でっていうところで RM に変更をされました。この選手もですね、一応プレミアムシェイプシフターズという風なカードで、この選手自体はケミ3で、使うことができますね。ペースも非常に速くなりましたし、ドリブルもめちゃくちゃ軽い選手になりました。で、パスも上手くて、フィジカルも意外とあって、で、シュートも上手いという風な選手、非常にやっぱり優秀な選手になったなという風に思いますね。で、さらにスキルも5に変更されたんで、スキルを使いたいという風な方にはうってつけのカードかなという風に思います。ですけどね、この選手は逆足が3なんですよね。そこがちょっと残念だったという風なところで、ここの間にしてます。それがこの選手は A に行かなかった理由でも、ありますね。本当に、何でも意外とこうできるような選手なんですけど、やっぱそこの数値とかが高いだけに、やっぱ逆足で蹴った時も、その何でもできるが崩れないような形だったらよかったんですけど、ちょっと逆足3はね、数値的には下がってしまうんで、ちょっとそこが残念やったかなっていうのは思います。で、そして A ですね。A はですね、シェイプシフターズアイコンのですね、ライカールと、そしてキャムのファンペルシーですね。で、そして、目標でゲットできるシェイプシフターズのミトロビッチ、そして、バイリー、そしてトコエカンビ、この5名を入れました。まずはアイコンからですね、ライカールとです。CDM、ボランチの選手からですね、ST、前線のストライカーに変更をされました。この選手に関してはですね、ちょっと重たいです。
能力的には非常に良くて、シュートに関してもね、しっかり決めきれる力っていうのを持っていて、パンチ力があるシュートっていうのは打てるんですけれども、ちょっとドリブル自体はね、重さを感じてしまって、まあ、多分近いのはね、同じアイコンで、それこそまさに同じアイコンで、オランダ人のストライカーで、クライファートかな。クライファートに結構似通った選手になると思いますね。なんで、そういう選手が、まあ、そういうことクライファート使った時に全然ありだなっていう風に思った人は、ライカールトはめっちゃありだと思います。上位互換的な感じになりますし、スキルも5なんで、いいんですけど、ちょっとドリブルの重さ、こう、なんていうんですかね、スキルの出がちょっと遅いなって思う時があったりとかはするので、まあ、そこのところは、まあ、改善してれば、より良かったかなっていうのは思いますね。まあ、全然、この選手もね、ST 登録ではあるんですけど、こう、使えるような、選手にはなりましたし、普通に現環境でも通用をする、ストライカーになったなという風な印象ですね。で、そして、キャムのファンペルシーですね。ファンペルシー。ファンペルシーもイエローと同様にですね、2バージョン、あるんですけれども、こちらのキャムの方は、自分は A にしました。まあ値段もね、少し高い選手で、キャムとしてですね、逆足だったりとかも5になりましたし、パス、視野だったりショートパスっていうのはカンストしていて、まあ99ですね。で、あとは冷静さだったりとかリアクションも比較的高くて、あとはフィジカルもね、96あるっていうのはこの人の良さかなというふうに思います。で、キャムというふうなことで、ちょっとディフェンス能力も高い75あるというふうな、部分も素晴らしいと思いますね。なんで 3CM の一角とかでも十分使える選手ではあると思いますね。で、トップ下の選手としてちょっとこう軽さっていうのも、まあ若干はあります。ですけどこの人もね、183センチっていうね、まあめっちゃ高いってわけではないんですけど、こう鬼軽かって言われると、まあそこまでかなっていう風に思うので、全然扱えるレベルではあるんですけどっていうような感じです。で、ペースも2列目から飛び出す上で、大事なペースの部分でも、こう速さっていうのはあるので、比較的この選手強いなという風に感じますね。スキルが5あれば、めちゃくちゃ良かったなっていうのは、思うんですけど、全然このキャムのファンペルシーでも、現環境で使える、普通に強い選手だなというふうに思います。で、そして、目標で、ゲットができるミトロビッチですね、ミトロビッチ。ミトロビッチもですね、普通に強いですね。やっぱり目標でゲットできるレベルではないなと思いますね。で、もともとST の選手で、でかくて、それこそフィジカルがあってっていう風な選手だったんで、それが、センターバックとして、生きてるなという風に思いますね。で、この選手は逆足も4なんで、非常にやっぱり、逆足でも触れるっていう風な、ところがいいです。ビルドアップできるっていうようなところがいいですね。で、かつね、パスもね、めっちゃうまいんですよ。本当にセンターバックの中でね、それこそ1番とかぐらい、それぐらい行ってもいいぐらい、めっちゃ高いんですよね。視野が96で、ショートパスも95なんで、こんなセンターバック、TOTS にいたかなって多分、自分の記憶ではあんまいないような気がするんですけど、これだけ高い能力を持ってるセンターバックって。なので、パスに関しては正直ほぼほぼずれないと思いますし、厳しいところでもしっかり通してくれるというふうに思いますね。冷静さが87だったりするんで、そこがね、若干、気にはなったりするんですけど、正直そこぐらいかなって思いますね。そこの冷静さ87ぐらいですね。ペースに関しても全然遅くはないですし、加速タイプ長いっていう風なところも、個人的にはいいかなという風に感じるので、目標でゲットできる選手としては、めちゃくちゃ優秀だなと思いますね。プレミアじゃないと、刺さらないかなっていうのは思うんですけれども、これは取る価値はあるのかなっていうのは思いますね。で、そして、バイリーですね。バイリー。マルセイユのバイリー。センターバックからボランチに変更をされてます。比較的値段も安いんですけれども、この選手はね、ボランチというかね、やっぱりセンターバック本職のところでね、使ってあげるのが一番いいと思います。だからね、結構ね、評価的には難しいんですよね。ボランチの選手として評価をすると、ちょっと重たさっていうのが、あるので、合わない人はね、ちょっと合わないかもしれないんですけれども、だけど、守備面っていうのはめっちゃ高いんで、本当に対人能力っていうのは、
高く貫通もしないっていうような選手になるんで、なんでね、やっぱり一番最適としてはセンターバックで、ボランチで使うんだったら、そうですね、やっぱり守備線の選手としてもうビエラみたいな感じで使うのが一番いいと思います。もうボール、バイリンのボールに来たらすぐ早めにはたくみたいな。だから、風見ろだったりとか、まあそういうビエラだったりとかっていう風な選手、そういう風な方なんで、まあちょっとドリブルで何かできるとか、まあこう繊細さがあるみたいな感じの選手ではないんで、またちょっと難しくはなってくるっていうようなところですね。まあですけどプラスの要素っていうのがまあ多かったりはするので、まあこの選手も A に、したというふうなところですね。で、そして、床江完備ですね、床江完備。まあ床江完備もですね、自分的には全然優秀かなと。いう風に感じますし、まあ、リーグワンの選手として LB っていうのはやっぱヌーノ・メンデスがいたんですけど、全然そのヌーノ・メンデスに渡り合えるレベルかなという風に思いますね。まあ、ヌーノ・メンデスよりはですね、ちょっとこうフィジカルに特化してる選手が床江完備なんで、こう守備線の選手としても使えるかなと。いうふうに思いますね。あとはまあ、普通に守備線の選手として使えますし、攻撃にも出ていくことができるっていう、この選手の良さかなと思いますね。まあ、役割意識としてもね、攻撃の意識が高いで、守備の意識も高いなんで、はいはいっていうのは素晴らしいですし、逆足も4というふうな部分も、かなりいいと思いますね。で、守備力もしっかり高くて、フィジカルもあってっていうような選手になるんで、もしかするとね、ヌーノ・メンデスに取って代わられるような、存在になるかもしれないですね。ケミ的にも、まあ、パリ・サンジェルマンじゃないっていうのはね、ちょっとヌーノ・メンデスに軍配上がるかもしれないんですけど、リーグワンっていう風なところで、まあ、2人分、この人もプレミアムシェイプシフターズなんで、この選手はケミさんで、あとはまあリーグで、リーグワンの選手2人分っていうようなことになるんで、まあそこも、もしかすると、そっちの方がいいやって思う方もおられるかもしれないんで、ちょっとヌーノ・メンデスに変わられるような、選手になり得るんじゃないかな、ちょっと思ったりは、しますね。で、そして A と B の間にいるのが、シェイプシフターズ、リュディガーですね、リュディガー。まあ、リュディガーに関してはですね、もともとセンターバックだったんですけど、まあ、ストライカーに変更をされました。で、逆足も5で、スキルが4という風なところですね。普通に強いですね。この選手使ったんですけど、まあ、やっぱり、速さっていうのが、ありますね。ペースも98なんで、まあ、素晴らしかったですね。で、決定力に関しては、まあ、決めてくれなかった場面っていうのは、まあ、あったりはしました。この能力が高いだけにね。ですけど、まあ、普通に決めてくれた場面もあったんで、まあ、その試合が、ちょっとこう、決めきれなかったのかなと思ったりは、するので、まあ、普通に純粋なストライカーとしては、まあいいのかなという風なところ。で、フィジカルに関してもね、普通に強いですね。やっぱりこう、負けない力っていうのを持ってますし、横から当たられてもね、全然負けないです。もちろん正面で、ルディガーが縦突破するときに、もちろん相手が縦切られてたら、取られてしまうんですけど、横から、ガツンと当たられる分には全然倒れないし、強かったですね。で、空中戦も、普通に強かったので、結構ね、自分がルディガーを S に上げなかった理由としては人によるんですよね。で、ハーランドほど理不尽さっていうのはあんまり感じなかったんで、そこまでではないんかなっていうのは思います。イメージ的にはラリーガのハーランドみたいな形でいいんですけど、ちょっとね、こうハーランドよりかはちょっと理不尽さあんまりなかったかなっていう風に思ったりはしますし、やっぱそういうタイプの選手って人によったりね、使い方がね、難しいんですね。ロングボールとか、それこそ、細かいスペースで何かできるっていうのは選手じゃないんで、一般的にちょっとこう、使い方がね、まだ限定的になる分があったり、それが強かったりするんですけれども、やっぱロングボールとか、まあ、球際を必要とする場面っていうのを作り出す必要があるので、そこの理不尽さっていうのはあるんですけれども、みんながみんな合うっていう風な選手ではなかったり、するのかなという風に感じるので、ここの間に、しました。
で、そして、S ですね、最後一番上のランクはですね、シェイプシフターズアイコンのペレ、そしてソクラテス、そして RW のファンペルシー、そして、現役の選手、シェイプシフターズのマフレズ、そしてデパイ、そしてブルーノ・フェルナンデス、そしてファンダイク、そして SBC で来ましたウパメカノと、この8名かなを入れました。まずはアイコン3名ですね。ペレに関しては言わずもがなですね。逆足も5に変更されて5-5になった。さらに能力も強くなったっていうようなところでいくと、この選手が S でなければですね、おかしいかなと。いう風に感じますし、理不尽なカードで値段的にも1500万と、もうほんとぶっ壊れの、値段にはなっているので、個人的にはかなりエグいカードが来たなという風なところ、チーム1の中で大きな、目玉の選手かなという風に思いますね。で、そして、ソクラテスですね。ソクラテス。同じくブラジルのアイコンなんですけれども、CM の選手として、来ました。この選手はもともと前線かなの選手だったんですけど、やっぱちょっと重たさっていうのは、ありました。前線というかキャムか。で、比較的そこまで、ね、ポジション的には変わらないんですけれども、もうちょっと万能型になったというような感じですね。で、逆足が5というのはもともとあって、あとは身長も高くてフィジカルも強かった選手なんで、ドリブルは重たいんですけど、それだけシュートのパンチ力だったりとかがあったっていうような選手。で、そこが、よりちょっと強化をされつつ、ドリブルもまだ比較的、使えるようになったっていうような感じですね。で、あとはやっぱりキャムの時にはなかったディフェンス能力がついてるという風な部分。よりフィジカルの能力が活かされる、守備力っていうのがついたというようなところは非常に素晴らしいと思いますね。で、パスに関しても視野99っていうのは素晴らしいですし、ペースも上がって、シュートもある程度打てるようになったという風な、ところですね。シュートの値がちょっと低くはなってるんですけれども、やっぱり逆足5というようなところで両足でも振れるという風な、部分は一つ武器かなという風に思いますね。本当に万能なんで、個人的にはちょっと重さはあるんですけれども、かなり強いかなという風に思います。それこそちょっとフリット、だったりとかになれる存在かなという風にも感じるので、個人的には、ここの S に値するかなという風に思いました。で、そして、ファンペルシー、RW のファンペルシーですね。こちらはですね、キャムのファンペルシーとは違ってですね、スキルが5に変更をされてます。スキル5で逆足が4です。で、ここのやっぱりスキル5っていうのは、今の現環境、前線の選手としては非常にありがたい、アドバンテージかなという風に思います。パスの値がね、少し低い。ビジョン、視野がですね、86で、ショートパスが88なんで、そこがちょっと不安なところ、ではあります。ですけど、他は正直完璧ですね。ドリブルもめっちゃ軽いですし、シュートに関しても上手くて、さらに冷静さも98という風なほぼカンストしていて、ペースも98とほぼカンストなんで、正直言うことないかなっていうのは、思います。パスの値をちょっとなんていうんですかね、ケミストリースタイルで上げてあげた方が一番いいのかなっていうのは、感じますし、あとはフィジカルも、もうちょっとあればかなりもっと理不尽な選手にはなると、思うので、正直そこぐらいかなという風なところで、個人的にはかなり強い選手かなという風に思います。ようやくですね、本当にトップクラスのファンペルシー、みんなに使われるようなファンペルシーが来たのかなっていうのは思って、個人的にはかなり嬉しい、カードにはなります。で、そして、マフレーズですね。シェイプシフターズのマフレーズ。マフレーズはですね、逆足が5に変更されて、5-5の選手として出てきました。で、さらに ST という風なことで、ポジションチェンジが、なされてます。ペースでね、相手を追い抜くこともできますし、ドリブル、オンザボールのところで持って、スキルで剥がすということもできる選手ですね。で、さらにパスも出せますし、さらにシュートも打てるという風な選手で、かなり使用感がよく、強さっていうのを感じれる、タイプの選手ですね。
で、フィジカルはね、74と、まあ意外とちょっと高くはなったんですけれども、それでも、フィジカルタイプではないので、まあ無理ができるフィジカルっていうのはないなというふうに感じますね。まあ前線の選手として55で非常に使いやすくて、スピードもあるといった選手は比較的やっぱり強さっていうのは感じれる、選手にはなるので、まあ個人的には S かなと。まあ多くの人は、かなり扱いやすいんじゃないかと思います。で、そして、デパイですね。デパイ。まあ、デパイはですね、ストライカーだったんですけれども、CM、まあ、中盤の選手になりました。まあ、本当に CM に変わったことによってですね、これまでなかった、ディフェンス能力だったりとか、パスの能力っていうのもつきました。まあ、本当万能型になりましたね。で、この選手はもともと軽い選手なので、まあ、そこの軽さを活かして、まあ中盤でもボールを持てる選手ですね。で、逆足が4に変更されたことによって、まあこれまで3だったんですけど、まあそこが改善をされて、パスでもシュートでもそこが生きるっていうのは非常に良かったポイントですね。で、スキルはもともと5なんで、まあ中盤から上がってきた時にフィニッシュワークでも、やっぱり元々のストライカーの血が騒いでね、シュートまで持っていくっていうこともできます。まあやっぱり冷静さっていうのも高くなったっていうのも非常にね、素晴らしいポイントですし、まあ、普通に使いやすいかなっていうのは思いますね。ラリーガの CM の中でも言っても、普通にトップクラスかなっていうのは思うんで、まあ TOTS レベル、まあもしくは超えてくる、そんな中盤にはなりますね。ラリーガの中でも、めちゃくちゃ強い、中盤ミッドフィルダーになりますね。で、そして、ブルーノ・フェルナンデスですね、ブルーノ。まあ、ブルーノに関してもですね、非常にこう、来て欲しかった、選手の中でですね、強くなったなというふうに感じます。で、この選手、LW に変更をされて、まあ、キャムだったんですけど、そこから前線の選手に変わった。で、あとはですね、大体ポジションで、一応 RW とかもできるんで、本当に両サイドできるようになったっていう風なところが非常に素晴らしいと思います。値段300万ぐらいするんですけど、もちろん強さとか能力っていうの部分もあるかもしれないんですけど、LW に置けなくても右サイド、RW、RM に置けるようになるっていう風な部分もちょっと値段に加算されてるのかなっていうのは思います。でですね、この選手はスキルが5に変更されてるので、で、この人ももともと、まあドリブルとかしやすかった選手なんで、そこにプラススキルもつくっていう風になると、かなりえぐいです。で、ドリブルは、もともとしやすかったプラス、このシェイプシフターのブルーノは全部99です。敏捷性、バランス、リアクション、ボールコントロール、ドリブル、そして冷静さ、すべてドリブルの中に入ってる数値が99で完走してます。なんで、それプラススキル5なんで、まあ使いやすいという風に感じますね。で、かつ、こういうドリブルができる選手が、パスもうまい。そんな選手になるんで、えぐいですよ。これは300万しますわっていう感じです。で、ペースももちろん速くなってるんで、まあ、ペースで追い抜くっていうこともできます。相手を置き去りにするっていうこともできます。で、さらにシュートも打てます。決定力は90あって、シュート力も93あって。で、この選手もともと中盤の時に自分使ってて、中盤からこう上がっていった時にシュート決めきるっていうことよくあったんで、まあ、デブライネほどではなかったんですけど、それでもシュートが下手だなって思うことっていうのはあんまりなかったんで、普通にこう決定力以上に、シュートっていうのは決めてくれる選手になりますね。で、そんな前線で高クオリティ、高レベルのプレーをしてくれる選手がディフェンスもある程度できるっていう。ディフェンス能力75とか、あるんで、まあ、ほんとちょっとね、エンクンクっぽいというか、そんなレベルになるんちゃうかなっていうのは思ってますね。まあ、えぐいですよ。えぐいです。で、そして、ファンダイクですね、ファンダイク。まあ、ファンダイクは驚異のですね、総合値98と、もう TOTS 余裕で超えてます。TOTS の選手たちも余裕でもうひんぐり返ってます。ダイク見てね。で、ダイクはまさかの値段570万。えぐいです。えぐい。で、もうこの選手はですね、
ボランチ CDM に変更をされていて、ペースもですね、92になったという風な、ところ、さらに逆足が5です。もうやめてくれと。半端ないですよ。もうこんなんがおったらやばい。で、この選手も、バイリーのようにセンターバックで使うのが一番最適だと思います。ボランチだとちょっと重さがあったりとかはするので、そうですね、センターバックが一番めちゃくちゃ大工の強さっていうのは感じれるというふうに思うので、試合が始まったらポジション変更するのがいいと思います。ボランチでも使えなくはないと思います。本当にこう足が長くて、もうどんどん刈り取るっていうことができるんで、全然いいとは、思います。で、パスが本当に上手くなったっていうのがでかいですね。ボランチの選手になったんで、もちろんセンターバックよりかはパス能力っていうのは大幅に向上をしてるんで、さらにやっぱり逆足5なんで、本当になんていうんですかね、センターバックの選手として、もうこれ以上ないというか、もう本当にエンドカード、もうこの大工でずっと今作ね、終わりまでいけちゃう選手になるんで、個人的にはちょっと一番上に、入れざるを得なかったかな。本当に最強クラスの、ボランチ登録であるんですけど、センターバックの、ファンダイクが来たなという風なところですね。めちゃくちゃかっこいいし、さらに強さっていうのも最強に、あると思いますね。で、そして、最後です。SBC で来たウパメカノですね。ウパメカノはですね、キャムの選手、センターバックだったんですけど、トップ下で登録をされてます。で、トップ下というようなことで、パスの数値っていうのも非常にうまくなってますし、ドリブルもね、比較的改善をされてます。で、シュートも打てて、ペースも速くてっていう風な選手。で、さらに、フィジカルもね、完走してるんで、そのセンターバックとしての体の強さっていうのをそのままに前線に活かせるかなというふうに思いますね。で、もちろんセンターバックの時よりかは守備能力っていうのは低くなったんですけど、それでも75あって、ちょっとね、ポグバだったりとか、あとは誰だろうな、ちょっとね、足が長かったりとかして、比較的、ヤヤトゥレとかもそうかな、ディフェンス能力がちょっとなくても、フィジカルとか、足の長さでなぜか取れてしまうみたいな、そんな選手になると思います、守備面は。で、そういう守備をしながら攻撃にも出ていけるようになったんで、ドリブルはちょっと重たいんですけど、非常に攻守にわたって、驚異的な働きができる選手になりますね。で、さらにスキルも5になってるんで、比較的そのドリブルの重さ、遅さっていうのをスキルでちょっと改善ができる方だったら、めちゃくちゃウバメカノはありかなっていうふうに、思います。この選手もちょっとこう理不尽さが感じられるような、選手にはなるなというふうに感じたんで、自分は最後 S に入れました。っていう感じで、これがシェイプシフターズチーム1の最新版のティアリストになります。非常に強さっていうのがありながら、ちょっとね、説明不足だったりとか、そういう場面はあったかもしれないんですけれども、少しでもね、参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。